こんにちは、みえこです。今日はやっとアプリケのパターンを使用したタペストリーが完成したので、その工程の動画です。こんな感じですごい派手に仕上がりましたよ。ではまず作り方のご紹介です。これまで作った4枚のパターンを縫いつなぎます。今回ミシンで縫いつなぎました。横2つつないだら次に上と下つなぎます。1センチの縫い代で縫いましたよ。それを広げて今度は両サイドに縁に当たる部分ですね、ボーダーの布をつけます。これは62センチ ×18 センチの長さです。それを両サイド右と左に縫い付けます。次に上と下にまた96センチ ×18 センチの布を縫いつなげます。布が足りなかったので縫いつないでしまいましたが、なんとか隠せるので大丈夫です。そしてアイロンをかけます。縫い代にアイロンをかけます。これを3つに畳んで花のパターンの中心あたりのところに印をつけて葉っぱを縫い付けます。葉の縫い方は1回目のアプリケパターンの動画を参考にしてください。このように縫い付けます。4方向全部縫い付けます。角の部分に新しく花のパーツを縫いつなげます。縫いつなげる時のコツは、すぐそばに来る大きなパターンとなるべく同じ色を使わないということです。そして並べたら内側の部分から縫い留めます。これまで説明した方法と同じ方法で縫い留めます。それぞれ布と同じ色の糸を使うときれいに仕上がります。中心部分からいろいろな花を縫い付けていきます。赤い花のそばですから、ここはピンクや黄色の色を使いました。そしてピンクのパターンのそばにはピンクの色はなるべく使わないでブルー、そして黄色などの色をそばに縫い留めてあります。ピンクのパターンは少しボリュームがあるので、ここは同じ柄のものは使わないようにしました。そしてブルーのパターンで使ったもののそばにはその他の色、そして黄色とオレンジのパターンのそばにはまた違う紺色や薄紫を使いました。そして裏布を用意します。95センチ ×95 センチの布を用意します。そして接着芯を裏布に貼ります。表布はボリュームがあって貼ることができないので、今回は裏布に接着芯を貼ります。アイロンをかけた裏布の接着芯を貼り付けた裏布に表布を置いて待ち針で留めます。中心から外に向かってキルトではなくて、ここは刺繍糸でパターンの周りを大きく縫い留めていきます。
とっても簡単に縫えるので、この工程だけですと1日もかかりません。本当にすぐできてしまいます。そして縫い進めるときは同じ方向で何本もの針に糸を通して一緒に縫います。そして今度は外回りの布ですが、6センチ ×100 センチのものを4本用意します。布端を1センチアイロンで折っておきます。このように4本折っておきます。そして仕上がったタペストリーの裏側の部分にこのように針で留めて縫い留めます。ミシンで縫い留めました。角の部分の作り方ですが、今回額縁仕立てという方法を使います。バイアスの布ではなくて、今回は幅広く本当に額のように仕上げてみました。角の部分は45度に折ります。そしてこのように斜めに縫います。一番端は厚みがあるのでハサミで切り落として裏返しておきますというか、表に返しますと言った方がいいでしょうか。そしてこの布を縫い付けた後に、ミシンだとどうしても少しだけシワが寄ってしまうのでアイロンをかけます。ここのアイロンをかけると、この額縁仕立ての部分がきれいに仕上がります。そしてまた刺繍糸で大きく縫っていきます。もちろんミシンで仕上げても大丈夫ですよ。一周縫い終わったら終了です。完成しました。こんな感じにできましたよ。裏は刺繍糸でずれないように縫い留めてあります。こんな感じになってます。とってもゴージャスですけど重いです。ですがしばらく壁に飾って眺めていたいと思います。とっても華やかで布の凹凸がとっても可愛くできていると思います。一つだけのパターンに周りに少しだけの飾りをつけても可愛くできるので、ぜひ作ってみてくださいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。次の作品も考えてあるんですよ。次の動画でお会いしましょう。